マイクロエースの72分の1スケール錦水上戦闘機の仮組みを行います。錦水戦ですね。大きなフロートをつけた冷戦の水上基盤ですね。そうなのだ。陸上飛行場が整備されていない島や白地でも水面から発進して防空任務を行えるように冷戦をベースとして開発された水上戦闘機なのだ。冷戦をそのまま水に浮かべたというわけではないんですよね。もちろんそのままではないのだ。ベースとなったのは冷戦11型系の機体で、引き込み脚を廃止して胴体仮面に大型のフロート、左右の主翼仮面に補助フロートを装備しているのだ。ふむふむ。さらに大きなフロートによって生じる方向やステー性の低下を補うため、垂直尾翼や胴体仮面の形状にも変更が加えられているのだ。見た目は冷戦に近いけれど水上機としてかなり手が入っているわけですね。試作機の初飛行は1941年12月、翌1942年に錦水上戦闘機として採用され、中島飛行機によって生産されたとされているのだ。最大速度は高度 4300m でおよそ時速436キロ、武装は翼内の 20mm 機銃2門と機種の 7.7mm 機銃2丁なのだ。普通の冷戦よりもかなり速度が落ちていますね。大きなフロートによる重量と空気抵抗はどうしても避けられないのだ。それでも水上機としては優れた運動性能を持ち、アリューシャン列島やソロモン方面、南方の島嶼部などで防空や哨戒に使用されたのだ。今回はマイクロエースのキットですね。かなり古い金型なんですよね。そうなのだ。もともとは LS が発売したキットで、製品市場は1964年の新金型とされているのだ。東京オリンピックの年ですね。一方でパーツには1963年の刻印があるのだ。つまり60年以上前に設計されたということですね。そういうことなのだ。 LS の終了後はアリーへ金型が移り、現在はマイクロエースで販売されているのだ。箱には72分の1スケールと書かれていますけど、もともとは75分の1スケールだったんですよね。ここが少しややこしいところなのだ。 LS から最初に発売された際は75分の1スケールで、途中から金型を作り直すことなくパッケージ表記が72分の1へ変更されたようなのだ。しれっと変えたわけね。そのためスケールメイトなどでは75分の1スケールのキットとして分類されているのだ。可動部分もあるんですよね。補助翼とフラップ、さらにキャノピーも開閉式となっているのだ。スケールモデルというより遊べる模型という性格も強かったんですね。その通りなんだけど、機体表面にはオーモールドが採用されていて、1960年代のキットとしてはかなり先進的な表現となっているのだ。日の丸まで彫られていますね。そこもこのキットらしいところなのだ。主翼などには国籍マークの位置が円形のモールドで彫られているのだ。72分の1スケールでは他にどんなキットがあるんでしょうか。古いものでは1977年にフロックから発売されているのだ。そして1996年には長谷川が新金型で発売しているのだ。現在完成度で選ぶならやっぱり長谷川でしょうか。長谷川版は現在でも最有力キットとして評価されているのだ。では今回のマイクロエース版の立ち位置は、60年代の稼働するプラモがどんな設計になっていたのか、そして現在まで残っていること自体を楽しむキットだと思うのだ。プラモデルの歴史資料としても興味深いキットですね。今回は稼働ギミックやオーモールド75分の1とされる全体サイズにも注目しながら仮組みしていこうと思うのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは波立つ海面を低空飛行する錦水船なのだ。機体の後方には艦船が描かれていますね。水上機らしい洋上での運用を強く印象づけるイラストになっているのだ。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカールが2枚、組み立て説明書、塗装図となるのだ。マーキングは3種類。第802海軍航空隊所属山崎慶三中尉搭乗機、佐世保海軍航空隊所属機、第901海軍航空隊所属機となるのだ。能力色の上面塗装と明配色系の塗装を選べる構成ですね。機体パーツは36点となるのだ。可動部分や台車が付属する割にはかなり少ない部品点数ですね。ではマイクロエースの72分の1スケール中島
錦水上戦闘機の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は特にないのだ。以前紹介した冷戦21型同様に胴体に棒が2本あるのみなのだ。座席すらないわけですね。その代わりではないんだけど、搭乗員フィギュアがつくのだ。ここは当然登場していただいた方が良さそうね。次はエンジン周りなのだ。カウリングとプロペラも含めての紹介となるわけね。そうなのだ。カウリングとプロペラを含めたとしても全部で5パーツ構成となるのだ。エンジンは前方から覗ける範囲で再現されているわけね。そうなのだ。プロペラはスピナーと一体成形ですね。カウリングはエアインテーク部分が別パーツとなっているのだ。シンプルな構成ですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割の2パーツ構成。搭乗員フィギュアを挟み込んで接着。まあ後からでも大丈夫そうだけどね。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドになります。このシリーズの特徴、日の丸もモールドされているのだ。主翼はどうでしょうか？主翼は7パーツ構成。フラップとエルロンが別パーツとなっている。稼働する部分ってことですね。接着剤をつけないように気をつける感じなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。やはり日の丸もモールドされているのだ。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体後部に取り付ける構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので開閉選択ができるのだ。そこまで厚みがあるわけじゃないけど、後部キャノピーの高さが低いのかしらね。稼働させるので仕方ないのだ。透明度はどうでしょうか？まあそれなりといったところなのだ。次は足回りですね。まずは主フロートからで、主フロートは全部で3パーツ構成。左右分割された主フロートと飛脚の構成となるのだ。出来上がりはこんな感じですね。そうなのだ。次は補助フロートですね。補助フロートは2パーツ構成。左右あるので2セット組み立てる。こちらもこんな感じですね。次は台座の組み立てとなるのだ。ふむふむ。台座は全部で7パーツ構成となるのだ。出来上がりはこんな感じですね。では最後に総評なのだ。今回はマイクロエースの72分の1スケール錦水上戦闘機を仮組みレビューしたのだ。実際に仮組みしてみて率直な感想はどうでしたか？まず部品点数だけを見ればかなり組み立てしやすく見えるキットなのだ。パーツは34点しかなく複雑な操縦席やエンジンも省略されているので構成そのものは非常に単純なのだ。少ないパーツですぐ形になりそうですね。ただし少ないパーツ数と作りやすさがそのままイコールになるキットではないのだ。60年以上前の金型ということもあってパーツにはバリやパーティングライン、浅い引けが見られるのだ。金型の疲れも出ているのかもね。接合面も仮合わせを繰り返して接着面を整えながら進める必要があるのだ。このキット最大の特徴である可動部分はどうでしょうか？補助翼とフラップを動かせるのは現在の飛行機模型ではむしろ珍しい仕様なのだ。最近ですとプラッツからも出てますけどね。フラップを下げたり左右の補助翼に角度をつけたりすれば小さな機体でも動きのある姿にできるのだ。ただ可動軸はかなり大きいですね。そうなのだ。ヒンジ部分が膨らんでいて実機らしさより稼働を優先した1960年代らしい設計なのだ。表面のモールドはどうでした？ここはこのキットの長所なのだ。基本となるパネルラインは大モールドで機体部分には細い彫刻が入っているのだ。ところどころ凸表現もありますね。フロートや支柱には凸リベット表現もあり古いキットながら場所によって表現を使い分けているのが興味深いのだ。操縦席はかなり思い切った内容でしたね。操縦席内部はほぼ省略されているのだ。床や座席といった一般的なコックピットパーツはなくパイロットを胴体内部の突起に取り付ける昔ながらの構成なのだ。プロポーションについてはどうでしょうか？ 75分の1スケールというサイズの問題はあるけれど組み上がったシルエットはきちんと錦水線らしく見えるのだ。ウェブ上でもプロポーションは悪くないという意見がありますね。そうなのだ。細部には実機と異なるヘッドレストや可動キャノピー周辺の形状など古い設計ならではの指摘があるのだ。それでも少ないパーツで錦水線の雰囲気を出している点はこのキットの魅力だと思うのだ。価格や入手のしやすさはどうでしょうか？
2026年7月時点ではマイクロエースにて販売が続いていて、メーカー希望小売価格は税込み1100円。まず現役ってのがすごいことですけどね。販売店によっては900円前後で購入できるので、飛行機プラモデルとしてはかなり手頃なのだ。部品の精度を考えると初心者向けとは言い切れませんね。このキットがおすすめなのは、可動ギミックのある飛行機模型を楽しみたい人、多少のバリや段差を直しながらヴィンテージキットを仕上げることが好きな人なのだ。精密な二式水栓を作りたい場合は長谷川、昔の模型らしい味を楽しみたい場合はマイクロエースという選び方になりそうですね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。